こんにちは、モノルです。今回はですね、購入から約10ヶ月経ったこのレインボー 2SE を改めて、いろんなコントローラーがこれまでの間に発売されてきましたけど、やっぱりこれいいなっていうのをですね、最近結構気になるところばかりを紹介してきたんですけど、これはやっぱ素晴らしいコントローラーだなっていうのをコンコンと解説する動画にしたいと思います。はい。で、このレインボー 2SE ですけど、今、お見せしているもの、4点プラス USB ケーブル、それどっか行っちゃったんですけど、4つが、いや、5つだね。5つが、付属してます。これ取扱説明書ですね。内容的には、ちゃんと日本語の、はい。よいしょ。見えるかな。ちょっと怪しい日本語なんですけど。はい。日本語の解説がついてます。接続方法とかもね、ちゃんと載ってますね。はい。あんまり使わないとは思うんですけど、一応ターボ機能とかマクロ機能もついているコントローラーなのでね、意外と取扱説明書大事だったりするかなと思います。で、コントローラー本体。ちょっとね、ここに滑り止めの、余った滑り止めつけてたりとか、上にもね、この RB ボタンを押しやすくしたり、これ何ボタンになるのかなM3、M4 ボタンだね。M3、M4 ボタンを押しやすくするためにちょっと滑り止め貼って、ちょっと高さを増してたりはします。他にもちょっと改造してるんですけど、それは後で解説します。で、これね、今まで開けたことがなかったんですけど、はい。このボタンを、これ丸くね、斜め方向も入力しやすくするアタッチメントですね。これこのままはつかないのかな。これを外してからってことなんですかね。ちょっと、外すの大変なんで、意外と。よくわからないですね。ちょっと外してみます。なんか、暗くなっちゃったな。よいしょ。外れないですね。どうやって外すんでしょうか。よっ。外れた。はい。結構力いりますけど、こうやって、十字キーも D パッドですね。変えることができて、こっちの方が全然押しやすくて、高さもあっていいですね、こっちの方が。これでちゃんとついてんのかな。カチッっていうところまで押さなきゃつかないのか。はい。でもこれは押しやすくていいですね。これよりかは、こっちの方がもしかしたらいいかもしれないです。はい。で、替えの D パッドと、替えのスティックが4本もついてますね。これはすごく良くて、と言いつつ使ってないんですけどよいしょ。はい。替えのスティックが4本ついてます。これ今ついてるのが一番、よいしょ。短いやつで、短いやつ、中間、ロングっていう風に3種類、それぞれに2つずつスティックが付属してますね。でも私は全然一番短いやつで十分かなと思ってます。スティックも柔らかいのでね、特にこれに長いのに変える必要性はないかなと。どうしても移動距離増えるんで、近距離の OEM とかね、長くなればなるほど難しくなります。なので一番短いやつをつけてます。よいしょ。で、そうそう。このね、スティックなんですけど、ちゃんとこう、周りに
金属のカバーがしてあります。なので、スティック側も劣化しづらくなってますね。ちょっと筋が入っているのがわかるでしょうか。はい。こんな風にね、削れづらくなってます。本体側もちゃんと、こういうリングが入ってて、まあこっちプラスチックなんですけど、言うてね、削れて、すごい劣化してるっていう感じはないですね。はい。で、各ボタンとかも、これメンブレンなんですけど、まあ、無難に押しやすいですね。ここはちょっとマウスクリップっぽいかな。RB、LB。で、一応裏面見ると、ここにスライダーがあってですね。本当はこれ、トリガーストップつけれます。ただ私これ、改造して、右のトリガーとかで、こんだけしかストロークしないようにしちゃいました。左側もうほとんど押してんのか押してないのかわからないぐらいね。これでやるとね、すごくレスポンスよくエイムとか射撃できるんで、すごくおすすめの改造ですね。まあ、トリガーストップのと、これ、改造しない時のトリガーストップってちょっとストローク長いんで、ストローク減らす改造っていうのはありかなと思います。で、M1、M2 ボタンはマウスクリックですね。はい。音聞こえるかな？こういう音ですね。RB、LB、M1、M2 で、AB、XY ボタンっていう感じですね。あと十字キー。なんかポチポチいう気持ちのいい D パッドですね。はい。っていう感じで、まあ、最近だと ABXY ボタンとか、このスタートセレクトボタンとかですね。全部、それ全部マウスクリックになってたりするんですけど、そういうところがないのと、あとトリガーストップがボタンに切り替わらない、ストローク量が減るだけのタイプですね。っていうところがちょっと、最新のコントローラーと比べると劣っているところかなと思います。はい。一応これ USB ドングルもついてます。2.4GHz の無線ドングルですね。これはあまり遅延が増えるので使ってないです。というか開封すらしてないです。どうしてもやっぱりまだ有線の方がこの世代のコントローラーはね、遅くなってしまいます。はい。付属品の説明はこのぐらいにしておいて、よいしょ。私が実際に購入したのがこの通りですね。2024年1月23日です。はい、今の価格で6799円ということで、純正のコントローラー、デュアルセンスとかデュアルショック4よりは安いですよね。それでこれだけの性能のコントローラー手に入るっていうのがすごくいいところですよね。レインボー 2SE は2023年11月19日発売ということで、遅延に関してはやっぱ 6.1 ミリセカンドっていうことで少し遅め。最新のコントローラー、例えばブリッツ2とかだと2ミリセカンドとかっていう風になってるので、さすがにちょっと遅延は大きめですが、体感正直わからないです。はい。フォーリングレートも有線で 1000Hz あります。スティックの重さは 60G グラムフォースってことでね、かなり軽めのスティックになってます。なので近距離とかすごく追いやすいいいスティックになってますね。接触式スティックなんですけど、全然ドリフトとか気にならないですね。10ヶ月使っても。はい、本体重量は 240g ということで、とても軽いです。振動除去とかもしてないですけど、十分使えますね、そのままで。
スティックの感度カーブですけど、ちょっとね、独特な感度カーブになってます。このスティックのセンサーがちょっとよくわからない中華製のスティックのセンサーになってるっぽくて、序盤がちょっと、こう倒し始めのところが緩やかなカーブになってて、そこから普通のカーブになって、半分ぐらいに倒すと、今度は感度が高くなるというような感度カーブになってるんですけど、この感度カーブが意外と Apex でね、特にリニア、43リニアとか使う人にとってはとても触り心地のいいというか使い勝手のいい感度カーブになってるかなと思います。それがね、このレインボー 2SE がすごく人気になった理由の一つかなと私は思うんですよね。この倒し始めの緩やかさっていうのが43リニアのね、過敏すぎるところをすごく緩和してくれて、で、パッと置いたいときは、このね、感度がちょっと高くなってるところにはまってね、とても、ね、当てやすい感度になってるコントローラーかなと思います。それでは10ヶ月経過して、だいたい1日に平均して1時間ぐらいずっと遊んできた Apex ですね、を遊んできたレインボー 2SE なんですけど、ゲームパッドテスターでちょっと見ていきたいと思います。見ての通りですね、もうドリフトは全くなく、しかも、こう動かしてもですね、ちゃんと反応してくれます。完璧ですね。これだけ使ってこれだけドリフトが少ないっていうのはとても耐久性高いかなと思います。一応ですね、私は区形アルゴリズムを設定で入れているので、よいしょ。こんな風にですね、斜め入力が結構、このぐらいまでは横にマックスで入力されている判定が出るようになってます。区形アルゴリズムをオフにするとどうなるかも見てみましょう。はい、区形アルゴリズムをオフにしてきました。こんな感じですね。だいたい深淵から 2.7% エラーがあるぐらいで、ほんの少し斜め入力しても、ちゃんと横にマックスで入力されるような感じですかね。はい。全く10ヶ月経っても動作良好で不具合なく動いてくれています。ただ、一点だけちょっと USB 端子がね、怪しくなっていてですね、たまにこう、触ると、このケーブルに触ったりすると、接続が切れてしまうことがちょこちょこあるようになりました。ただね、こんだけ持ってくれれば十分かなっていう気もします。はい、それでは私が普段使っている設定なんですけど、まず、ここですよね。デバッグっていうところから見ると、X インプット、接続モードは X インプットですね。で、ステップ精度は256で使ってます。デフォルトアダプティブですけど、256にして、プレイステーションの純正コントローラー、デュアルショック4とかデュアルセンスと同じようなステップ精度に設定してます。これ Apex だと M アシストが強くなるので、この設定がおすすめです。で、ポーリングレートは MAX1000 にしてます。ここは特にいじる必要はないかなと思います。で、スティックの感度設定ですが、デッドゾーン0で、そのまま、デフォルトのままのカーブにしてます。で、区形アルゴリズムはオンで、左右ともにオンで使ってます。今さっきオフにしたんで、切れてますけど。はい、これだけですね。ボタン配置とかは一応自分の使いやすいようにいじっているっていう感じですね。はい。そんなわけで、このレインボー 2SE ですね、10ヶ月ほど使ってきましたけど、本当にいいコントローラーで、Apex で使うにはもう抜群に優れたコントローラーかなと思います。で、最近出てる Call of Duty 6ですよね。ブラックオプス6でしたっけ。もうこれで遊ぶのがかなりいいかなと思います。リニアな
この感度ね、スティックの感度がとてもいいかなと思います。で、まあ、今時ホールエフェクトセンサーじゃないスティックなんですけど、10ヶ月使ってもまず劣化していないっていうところで、まあ、正直ホールエフェクトって必要なんかなって思うぐらいには耐久性の高いスティックが使われているように思います。で、細かな点ですね、このトリガーストップがちょっとストロークが長いとか、あとは、メンブレンのボタンとかですよね。まあ、このあたりはちょっとやっぱり劣るところにはなってきたのかなと思うんですけど、やっぱり価格が7000円台とか7000円切る価格っていうことを考えるとですね、どうしてもこのマウスクリックのコントローラーっていうのは1万円超えてくるので、これはやっぱり純コン壊れたらこれでいいんじゃないっていうぐらいにはいいコントローラーかなっていうふうに思います。非常におすすめなコントローラーです。今からでも、もう発売してね、1年近く経とうとしてますけど、もうちょっと安くなったり、セールで安くなったりしてるタイミングだったら、買って損はないコントローラーかなと思います。それでですね、私、このモノルっていうサイトの管理人をやってます。一人でね、これ全部作って運営して、この動画作成とかもやってるんでね、もしよかったらですけど、レインボー 2SE お持ちの方は口コミ書いていってくれたらすごく嬉しいです。はい、モノルのレインボー 2SE のページなんですけど、こちらには概要欄からも飛ぶことができますので、そちらからぜひご覧ください。はい。また、この動画へのいいねとチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。以上、モノルの管理人でした。